はい、お世話になっております。野良です。今回来ているのは、都心から約30分から40分、東京の東側に位置する人気のベッドタウン、西葛西です。東京メトロ東西線で日本橋や大手町といった中心部につながりつつ、都心よりも家賃相場がかなり安いっていうメリットに加えて、公園なども多くて子育てしやすい環境が揃ってるっていうことから、江戸川区でも1位に争うほど住民が多い町です。また西葛西は在日インド人が非常に多くて、リトルインディアとか日本におけるインドとか呼ばれていることでも知られています。今回はそんな東京の東側の人気ベッドタウン西葛西の街並みや住みやすさを見ていきたいと思います。まずは北口を出たところですが、目の前はタクシー乗り場になっています。パッと見た感じ綺麗に整備されていて、道もなんか広くて歩きやすそうな印象ですね。西葛西は1日の乗降客数が7万5千人くらいなんですけど、東京メトロだけで比較するとこれ六本木や虎ノ門より多い数字なんですよね。なのでイメージよりずっと充実している街っていう感じがします。駅ビル的な大型商業施設はないですけれども、駅周辺のビルには飲食店とかクリニックがちゃんと入っています。で、駅前の交差点のところにはワイズマートっていう24時間営業のスーパーがあって大変便利です。特に生鮮野菜とかお肉がお安いスーパーですね。西葛西はスーパーも多くて物価も安いんで、その点も住みやすさの大きなメリットになります。で、通り沿いにはマクドナルドや日高屋、ドトール、松屋、弥生軒などなどおなじみのチェーン店も多く並んでいます。サクッと一人飯できるようなお店が十分揃ってるんで、一人暮らしにもかなり嬉しいですね。繁華街っていう感じではないんで、駅近から良さげなマンションが結構建ってますね。その横にはオフィスビルが並ぶっていう、銀行支店とか上場企業のオフィスも入っています。そして駅から5分も歩かないうちに巨大な団地群の姿が見えてきました。小島町2丁目団地 UR の賃貸住宅ですね。築年数でいうと40年くらいの築古ですけれども、 1LDK で家賃10万円前後くらいなんで、やっぱり安いですね。西葛西の物件の特徴として、団地やマンションみたいな集合住宅が圧倒的に多いです。西葛西は1979年に西葛西駅の開通によって発展してきた場所なんで、昔ながらの戸建てっていうよりはこうした中高層物件が並んでる、ちょっと人工的な香りがしますね。で、団地の1階部分には個人経営っぽいお店が並んでいて、アジアの食料品店だったりとか、インドのスパイスや雑貨店を扱うお店が目につきますね。外国人が街に溶け込んでる感じがします。で、その横にはでっかい GU がありますね。こんな島村みたいなポジショニングで立ってる GU を初めて見ました。ご覧のお店から察するに、この辺の団地にも多数のインド人が住んでいると思われますが、そもそもなんで西葛西にこんなインド人が多いかっていう話なんですけど、かつて2000年問題ってありましたよね。2000年に変わる時にコンピューターが誤作動を起こす懸念が問題視されていたっていう時代ですけれども、その時に2000年問題への対応でインド系の IT 技術者の人たちが招かれたっていうのがきっかけだそうです。その際に日本での住居探しに困っていたインド人技術者に対して、この団地みたいな西葛西の UR が外国人の入居条件を緩和してインド人を受け入れたことが、西葛西にインド人が集まったっていうきっかけっていうか流れだそうです。大手町とか日本橋などのビジネス街にも出やすくて、家賃も安めっていう立地も都合が良かったんでしょうね。おかげで今では日本に在留するインド人の約1割ぐらいが西葛西にいるそうです。そして突き当たったところにはサニーモールっていう複合ショッピング施設があります。島村などのアパレルを中心にドラッグストアとか100均のダイソー、そして主婦層に人気の激安スーパーマルエイも入ってます。全体的に格安のお店が多く入っている印象ですね。クラス上での日用品や食料品は全てここだけで揃いそうな感じがします。そしてサニーモールの斜め向かいにムンバイパレスっていうインドレストランがありました。 Google で西葛西インド料理とかで調べたらよく名前が上がってきたお店だったんで、お昼ご飯を食べることにしました。ランチメニューですけど、カレーかビリヤニかっていう感じですね。野菜カレーとライスのセットにしました。インドらしいっていうか、ちょい濃いめのスパイスが効いてて美味しいですね。お値段も750円とリーズナブルでした。
そしたら散歩に戻ります。この通り沿いにもマンションが立ち並んでいるようですね。中高層で規模もでかいですね。そして左手には江戸川区スポーツセンターという施設があります。体育館やジム、温水プールなど揃った、老若男女が楽しめる運動施設ですね。江戸川区って23区の中でもスポーツ施設が非常に多くて、プロアスリートの出身者も多いっていうスポーツに強い区なんですよね。後ほど行く南口の方にもスポーツジムとかスポーツ施設があります。そしてスポーツセンターの隣にはケーズ電機がありました。でかい。ここからもうあと何分か歩くと山田電機もあるんですけど、駅からは歩くとちょっと遠いくらいの位置ですね。そしたらサニーモールの前に戻ってきまして、逆方向に歩いていきます。やっぱりこう見渡すとでかいマンションが多いですね。駅徒歩10分圏内にこれだけマンション多いと駅近物件も探しやすそうです。クリニックとか薬局もところどころにあって住みやすさが見て取れますね。で、ここで西葛西のアクセス情報と家賃相場についてまとめておきます。西葛西は東京メトロ東西線が通っていて、大手町や日本橋は1本でアクセス可能です。乗り換えになりますけど、中心地の、主要駅へも軒並み30分から40分くらいで行けるんで、イメージほど遠くない印象ですね。ただデメリットとして東西線が地獄のように混みます。大手町方面のラッシュ時の、乗車率は都内ワースト1位。過去には満員電車で窓ガラスが割れた件が話題になったりとか、東西線の通勤は痛いと書いて通勤と呼ばれたりします。あと東西線は名前の通り東西と横に走っているんですけど、縦の南北の移動はバスが多く出てるんで、バスの利便性も高いです。例えば葛西臨海公園とかディズニーにもバスで行きやすいですね。そう、ディズニーランドが近いっていうのは人によっては大きな魅力で、気合い出せばチャリでも行けるそうです。ディズニー好きっていうだけで西葛西住む価値はありですね。続いて西葛西の家賃相場を見てみるとこんな感じです。都心からの距離を考えるとやはり割安ですね。西葛西は専門学校が多いんで、学生のようなシングル向け物件も多いし、そもそもファミリー人気が高い駅なんで 1LDK とか 2LDK の物件も多くて、幅広い世代に対応しています。と話しているうちに左手にイオンが見えてきました。4階建てでスーパーのイオンのほか、ドラッグストア、衣料品、ベビー用品、家電、書店など多数のお店が入っています。駐車場ももちろん完備されていて、お昼にはフードコートやサイゼリア、バーガーキングもあるんで、家族連れでも一日楽しめそうです。あと西葛西は子育て環境が非常に整っているので、ファミリーが本当に多いです。江戸川区は中学生まで医療費が無料など子育て支援がとても厚くて、学校や塾も多いし、西葛西の周辺には大きい公園も複数あるんで、子供を遊ばせる場所にも困りません。なので西葛西は江戸川区で一番人口の多い町になっています。そしてイオンの面している葛西橋通りという大通りですが、ここを渡った先には行船公園っていう西葛西の憩いの場があります。ここただの公園じゃありません。なんと動物園とか日本庭園、釣り堀などが入っている見逃せないスポットになっています。まずは涼しげな噴水がお出迎え、周囲が小さいプールみたいになっていて、小さい子供たちが入って水浴びしている姿もありました。微笑ましいですね。で、その奥には遊具や芝生のゾーンがありますね。キッチンカーで綿あめ売ってます。そして右手には目玉でもある自然動物園があります。なんとここ無料で入ることができます。江戸川区すごい。とはいえですよ、無料で入れる動物園なんて、リスみたいな小動物がちょろちょろいるぐらいでしょって思いきや、これがびっくり、想像をはるかに超える本格的な動物園でした。いきなり僕の好きなペンギンたちがいますし、羊やヤギなど大きい動物も手の届く距離にいるし、オオアリクイとか初めて見て普通にビビりましたからね。他にも鳥とか魚もいっぱいいますし、レッサーパンダとかいてめっちゃ可愛かったですね。全部で約60種、500頭以上の動物がいるようで、これどう考えても普通の公園に無料であるレベルの施設じゃねえ。これが江戸川区の力かよって思いましたね。平日にもかかわらず家族連れやカップルで賑わってましたね。
ただ1点注意点があって、この動物園毎日開いてるわけじゃなくて休園日があります。なのでもし行くときは公式サイトでスケジュールチェックしていきましょう。そして動物園の隣にはもう一つの目玉である平成庭園っていう回遊式の日本庭園が広がっています。なんか動と静というか、動物園でワイワイ楽しんだ次は日本庭園を回遊して静かなひとときを楽しむっていった感じですね。そしてさらに奥に行くと釣り堀スポットもありますね。おじさんやおじいさんたちが昼間から釣り糸を垂らして穏やかな時間を楽しんでおられます。なんか代々木公園とか上野公園とか井の頭公園みたいな半ば観光地レベルの巨大な公園じゃなくて、割とコンパクトな中にこんなにも良さげな施設が揃ってる公園っていうのはいいですよね。上野とか井の頭みたいにわざわざよそから人が遊びに集まってくるっていうレベルではなさげなので、地元の人たちが穏やかに楽しめる公園っていう感じがしますし、であとは北口で言うと駅から少し離れますが大通り沿いにドン・キホーテもありますね。という感じで一旦駅まで戻りたいと思います。でそう、西葛西のデメリットとして一つ挙げなきゃいけないのが治安です。西葛西は治安悪いっていうイメージが結構昔から定着してます。夜になると黒服とか客引きお姉さんが出てきたりとか、あとクロスゼロみたいな不良っていうかヤンキーが多い街っていう印象がありますね。ただ住民の口コミとか調べてみると、それも20年前とか結構昔の話で、今はだいぶ治安も良くなってきてるっていう声もあります。実際の犯罪件数で見ても減少傾向にあるようで、刑法犯係数でいうと、5年前の2017年が2378件に対して2021年が1351件まで減ってるんで、ここ5年だけで見ても 50% 弱くらいに減少してるんですよね。実際に歩いていてもよく目に入るのは家族連れとか子供たちの姿で、治安が悪そうにはあんま見えないですね。ただ実際に住んでる人からしたらまた違うと思うので、もし西葛西住んだ経験のある方は実際の治安どうなのかぜひコメントで教えてください。はい、そしたら今度は反対側の南口に行きたいと思いますが、その前に東西線の高架下に伸びているメトロセンター商店街を見ておきます。ここ各ブロックごとに1から4番街に区分けされた高架下スペースに約70店のお店が入っています。やっぱり飲食店が多くて、大手チェーン店から地元密着の飲食店まで結構バラエティ豊かですね。あとはカフェとかドラッグストア、100円ショップなども入っています。ラーメン屋とか丸亀製麺とか中尾みたいなサクッと食べれるおなじみのチェーン店もあるんで、昼時はサラリーマンの人たちが続々と集まってきてますね。西葛西は牛丼屋とかハンバーガー屋とかラーメン屋とか安いチェーン店が一通り揃ってる印象なので、私のようなお小遣い2万円クラブの人間にはありがたいですよね。そしてこちらの八島っていう蕎麦屋さんが人気だそうで、ここ食べようかと思ってたんですけど、何回見に来ても常に満員だったんでちょっと諦めます。そしたら改めて南口側に回ってきました。駅出口のガラス張りデザインは北口と一緒ですね。駅前にはドトール、学習塾、ロイホ、ミスドなどなどありますね。あとスポーツクラブナスもありますね。大きい。昔はコナミとセントラルスポーツと並んで三大スポーツクラブの一角でしたけど、近年はかなり落ちちゃいましたよね。今のスポーツクラブトップ3でいうとコナミ、セントラルスポーツとルネサンスでしょうかね。売上高だとライザップグループがトップなんですけど、ライザップはちょっとジャンルが違う気もするんで。ではちょっと戻って駅正面の路地に入ってみます。こちらにも飲食店とか松清、サイゼリア、あとゴールズジムが目立ってますね。こっちもスポーツジムが結構あるんですよね。ちょっと近くにコナミもあるんですけど、コナミはなんかコロナの影響を受けて閉店しちゃったみたいですね。でその先にはカルディがありました。西葛西は庶民的なスーパーが多いからこそ、こういうちょっと凝った商品が手に入るカルディのニーズも強そうですね。そしてさらに先にはアコレというスーパーがあります。西葛西はもうどこに住んでも帰り道にスーパーがあるっていうくらいスーパーあっていいですね。アコレも24時まで営業してるんで、帰りが遅い人にも助かります。その向かいにはなんかすごい濃ゆそうな雑居ビルがありました。ムンバイキッチンインドレストラン。
なんかインド料理ってカレー一択だと思ってたんですけど、なんかこれ見るとカレーとビリヤニのツートップなんですね。さらに通りに出ると今度はメキシコ料理のお店もありました。そして西葛西の南側は歩いてすぐ荒川の橋から伸びてきている清砂大橋通りっていう大通りに出ます。ここの大通りを越えた向こう側から総合レクリエーション公園っていう3キロにわたる広大な公園が伸びています。主にスポーツを目的とした利用者が多い公園っていうか、スポーツ施設みたいな感じですね。行政公園のようにフラッと立ち寄るにはちょっとでかすぎる公園です。何かしらの目的を持っていく公園ですね。あと南側でいうと南端の東京湾と面するところに葛西臨海公園があります。大観覧車がランドマークの公園で、園内には水族館とかバーベキュー広場もあるすんごい大きな公園ですね。葛西臨海公園は西葛西から歩くと30分以上はかかるんでちょっとしんどい距離ですけど、バスが出てますし自転車でもすぐ行ける距離なんで、休日とかにフラッと遊びに行けていいですね。そう、あと一つ大事な点ですけれども、西葛西は南は東京湾、西には荒川が流れていて、地形的に海抜0メートルエリアになるんで、やっぱり水害リスクがあります。河川が氾濫したら江戸川区は全域が浸水するとも言われてるんですけど、2019年の大型台風の時にもなんだかんだ被害免れましたし、意外と水害に備えた河川整備が高度に機能しているようですよね。そして総合レクリエーション公園の横のところに団地群があるんで、ちょっとそっちも見ていきたいと思います。このエリアも葛西クリーンタウンっていう UR を中心とした団地群で、北口側にあった団地群同様にここだけでちょっとした街っていうかコミュニティが形成されている感じです。入り口にはパトリア葛西店っていう2階建ての複合施設があって、スーパーのマルエツとか八百屋、魚屋、お肉屋など食料品店のほか、あと郵便局とかクリニックも置かれています。言うまでもなく団地住民たちの買い物の拠点になっていて、わざわざ西葛西の駅前まで出なくてもここだけで暮らしが完結できるってわけですね。北側の団地にも近くにサニーモールとか行政公園ありましたし、こっちもパトリアと総合レクリエーション公園があって、近くにショッピングモールとでかい公園がセットであるのがいいですよね。あと、ちょっと完全に行くの忘れてたんですけど、西側にはすぐ荒川が流れてるんで、土手を散歩したりランニングしたりサイクリングしたりといった楽しみもありますしね。はい、という感じで今回は西葛西の街並みを見てみました。やっぱりベッドタウンとあって都心の街に比べると街が広いっていうか、空間の広さに対して人が少ないですね。子育て世代も多いからか道も結構広くて、街を歩いていて他人と肩がぶつかりそうなことがありません。それに公園とか商業施設も一個一個大きいですし、荒川もスケールでかいし、なんで子育て世代のファミリーに人気なのもうなずけますね。江戸川区の手厚い子育て支援もあって、公園も大きくてしかも多くて、ディズニーも近いし、都心からの距離の割には家賃も安いですしね。今のご時世、平均的な世帯年収で東京都心から30分圏内くらいの街で 2LDK 以上の部屋に住もうなんてなかなか厳しいですからね。そう考えるとやっぱり西葛西の安さは魅力です。一方で懸念点を挙げるとすると、通勤電車の混雑率が地獄なことと、あと水害リスク、治安といった3点ですね。はっきりしていて分かりやすいです。という感じで今回は終わりたいと思います。もし動画をご覧の方で西葛西に住んだ経験のある方は、ぜひ実際の住み心地など動画で触れられてないメリットデメリットなど教えていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしたいと思います。ではでは。